私は今福島県のキャンプ場にいます。今回はずっとやってみたかった雪中キャンプに挑戦します。広大な冬山の奥地で他には誰もいません。最高ですね。9000円のテントと800円の椅子で私のサイトは完成です。ここは珍しく直火 OK なので焚き木にも挑戦しますよ。今回斧も買ってみたんですけど、薪割りめっちゃ楽しいですね。よし、これ無理だ。これ無理、これ。気温はマイナス5度ですが、焚き火のおかげでとても暖かいです。雪が降っている。薪割りに時間がかかりすぎて日が暮れてしまったので、夜ご飯を作ります。乾杯。焚き火で温まりながら飲むハイボールは最高でしたよ。
管理人さんがいなくなったので安全のため車内で寝ることにしました。まだテントで寝る度胸はありませんが、雪中キャンプ最高に楽しいので次の動画でもまたやりたいです。冬の桧原湖は本当に綺麗です。この景色が大好きで毎年訪れています。起きたらトラブルです。なんとランクルの左後輪がパンクしていました。せっかくスペアタイヤもあるので交換してみることにしました。正直背面タイヤは飾りだと思っていたんですけど、これからは考えを改めます。一通りの工具が揃っていて助かりました。ジムニーのタイヤ交換の経験を生かして頑張ってみます。ランクルの背面タイヤは盗難防止のために鍵がかかっていました。あれか。よいしょ。締め付けは適当なので、この後は寄り道せずにガソリンスタンドに行って見てもらいます。タイヤが外れてしまっては大変ですからね。編集でごまかしていますが、なんだかんだ2時間ぐらいかかってしまいました。お腹も空いたので、とりあえず朝ごはんを食べてから一旦山を降りて町に向かおうと思います。あったかい。ガソリンスタンドで見てもらった結果、こんなものが刺さっていました。店員さん曰く、刺さった位置がいいから修理できるよってことでした。次のパンクに備えて修理しておこうと思います。これからまた山に戻って、桧原湖の近くにある五色沼ハイキングコースに向かいますね。
とても綺麗な湖が見れましたよ。五色沼の湖は150年前に起きた磐梯山の噴火でできたそうですよ。このまま散策しようと思ったんですけど、このハイキングコースでクマの被害が出たみたいなので引き返すことにしました。こんな雪の中、クマに襲われたらなすすべなく瞬殺されてしまいますからね。タイヤ交換でめっちゃ汗かいたので、温泉で汚い汗を洗い流してきますね。道の駅北の里というところなんですけど、雪景色の露天風呂が綺麗でしたよ。冬の温泉は最高ですね。まだ帰りたくないので、もう一晩福島の山で過ごすことにしました。これからまた磐梯山を登って、道の駅裏磐梯で車中泊しようと思います。山はあっという間に真っ暗になりますね。道の駅裏磐梯に着く頃には日が暮れていました。気温はマイナス6度で寒いです。ようやく大好物のイチゴがスーパーに並び始めたので、早速買ってきました。あとは大好物のお肉です。調味料はかければかけるほどお酒が美味しくなるのでたっぷりかけます。乾杯。極寒の山奥でこたつに入りながら食べるお肉は最高ですよ。外が寒いと車外に出るのも億劫になるので、床下の荷物を外に出ずに取り出せるようにしたいですね。新しく車中泊用のベッドキットを自作しようか考え中です。
この物音一つ聞こえない静まり返った雪山が大好きです。よいしょよいしょ。朝は快晴でしたよ。日の光が出ると車内も暖かくなるので、寝袋から出るのは日が出始めてからです。今日もホットサンドをやるんですけど、ハムを忘れてしまいました。チーズたっぷり入れておけば美味しいに決まってますからね。最後に桧原湖の歴史についてお話ししますね。桧原湖は1888年に磐梯山が噴火してできた湖で、湖底には当時存在していた桧原宿が水没しています。今でも水位が低下すると、当時の集落にあった神社の鳥居や参道の並木の跡が現れるそうです。この綺麗な湖の底に宿場町が沈んでいるなんて想像もできません。桧原湖には壮絶な歴史があるようです。今回の動画は以上です。これが年内最後の旅になりましたが、パンクや焚き火など初めての経験があって楽しかったです。2025年の目標は日本一周です。またいろんなところに行くので、これからもふーチャンネルをよろしくお願いします。今年も1年ありがとうございました。それでは皆さん良いお年を。じゃあまたね。